それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローで見るお相手との距離感についてリーディングしていきます。よろしくお願いします。はい、今回は淑女のカード、こちらを性別問わずあなたとして捉えてみていきます。はい、この選択肢、これらを使いながら見ていきます。ルノルマンカード36枚すべて使ってみていきます。ではシャッフルしていきます。今回は選択肢に淑女のカードを使いました。はい、それでは、はい、噛みましたね。それでは、グランタブローで見ていきましょう。全部カードを出していって、今のお二人の距離感だったり、お相手の望んでいることっていうのも見ていきます。そして軽く未来も見ていこうかなと思っています。はい、では行きましょう。ルノルマンカードすべて正位置採用です。はい、それでは見ていきますね。もう出していきましょう。後で正位置に直していきます。で、グランタブロー結構画角使うので、もしかしたら入りきらないかもしれないんですね。そうですね。なので、寄せながらやっていきますね。多分画面いっぱいになると思うんですよ。ただ、小さいルノルマンカードを選んできています。はい、どんどんとめくっていきましょう。はい、お相手のカードがここに出ていますね。紳士のカードを好きなお相手としてもらっていきます。いやー、横がなんとかなったんですけど、縦がね、なんともならないですね。重ねて、後からね、綺麗に整頓していきますね。とりあえず全部出してしまいましょう。後からね、制約も綺麗に整えていきながら、はい、最後の4枚、船、魚、家、十字架という感じで、では直しながら、まず整理整頓していきましょう。このあたりはもうご自由にスキップして、もうリーディングからご覧になっていただいても構いません。ただね、並べ直していくだけなので、はい、タイムスタンプ用意しています。スキップしてご覧ください。はい、これで綺麗に揃ってると思います。はい、では見ていきましょう。まずこれ結果的に言ってしまえば、お相手とあなたの距離が今近くて、仲がいいのかなとかっていうのも伺いますし、これから先の未来っていうのもとても明るいです。そしてアドバイスカードにこの十字架、クロスのカードが入っているんですが、クロスっていうといろいろと意味合いを持ちます。ですが今回こちら輝いて見えるので、私の中では決意することだったりとか、あとは勝利へ向かって、あなたの願いへ向かって進むことっていう風に入ってきます。はい、まずはこちらはね、このようにお受け取りください。ね、キラキラ輝いているので、このように私は感じました。全体的にすごくいいです。そして押さえるべきポイントもお伝えしながら見ていきますね。まずね、2人の距離がとても近いっていうこともあります。そして未来はとてもいいので、2人がお付き合いだったり距離が縮まったりとか嬉しいようなことがこの後未来起こるでしょう。
そしてもっと仲良くなれるとか、あとは移動するっていうカードも入っていますので、2人の距離が縮まるだけではなくて、どちらかがね近くに住む、引っ越してくるってこともあるかもしれません。信頼関係もより深まっていきますし、もうハートのカード、ピンカードで入っていますからいいですね。未来はいいです。未来を見ていく、未来過去見ていきますね。今現在、そうですね、現在もいいですね。そしていろいろモヤモヤすることだったりとか、お相手と仲良くやっていくにあたって嫉妬する日もあったり、落ち込む日もあったり、いろんなことありながらも、でも総合的にお相手が好きだっていうお気持ちを大切にしながら、あなたが今現在やってらっしゃるなっていうのも伺えます。で、未来もいいですね。で、2人が結ばれていくためには、今以上に信頼関係を築いていく、お相手を信じる、お互い信じ合うってことも大切です。そして一つ、無知のカードもね入っていましたね。蛇と無知が入ってるので、どこかで本音をぶつけ合ったりとか、あとはそうですね、もやもやしているお気持ちだったり、嫉妬すること、これね蛇のカードね、嫉妬のカードなので、そうですね、あと嫉妬じゃなかったらお相手に対するここ直してほしいなとか、こうだったらいいのになっていうようなお気持ち、それをぶつけるようなことが未来起こると思います。でもこれは起こるべきして起こることなんだっていうふうに捉えてくださいね。それがあるからこそ信頼関係が深まって、2人のハート、真実の愛へ結びついていくんですっていうふうに入っていますね。そう、ぶつかること怖がらないでくださいね。喧嘩するっていうわけではないんですけど、本音で向き合って話し合えるようになるだったりとか、そのためにあなたが動いていくことっていうのがポイントで入っています。はい、でもこれね、多分そこまで大きなことじゃないんですよ。未来が結果的にすごくいいので、抑えるべきところとしては本音を見せていくこと、あとコミュニケーションを積み重ねていくことっていうのも入ってきています。そしてそうですね、あなたはロマンチックなことっていうのを望んでいますし、お相手とデートしたいとか、もっと仲良くなりたいなってことを感じていますし、そして目を背けていることとしてはやっぱりこちらのカードが入ってくるので、自分の中のモヤモヤするお気持ち、お相手に誰か他に好きな人いるんじゃないかなとか、相手の気持ちが見えないなとかっていう時に落ち込みやすくなってしまったりとかっていうところがあるかもしれません。今自分が目を背けているところにちゃんと向き合って、そしてそれを乗り越えて掴み取っていくものがあるんだよっていう風にアドバイスとして捉えてください。はい、そしてお相手なんですがね、距離だいぶ近いです。いいですよ、すごく仲がいいっていう風に感じられます。距離も近いし、お相手までのルートっていうのが月とクローバーっていう風に2枚のカードが入っています。毎日お相手とのやり取りっていうのを大切にする。で、毎日じゃなくてもいいので、お二人の距離感それぞれあると思いますので、2人の距離感の中で少しずつ縮めていくとか、そう、さりげなく自然な感じでっていう風にイメージしてください。毎日連絡しなきゃいけないのかなとかじゃなくて、自分たちのペースでいつもコミュニケーション取り合っていきましょう。積み重ねていこうねっていうのもありますね。とてもいいです。順調です。あなたが今できることとかやりたいこと、実際に行動したいことっていうのがちゃんと現れていますので、今あなたの願っている通りに、そして思っている通りに進んでも大丈夫っていう風に入っています。そしてなるべく早く動く方がいいのかな、もしくはあなたが早くなんとか交際まで発展させたいとか、仲良くなりたいっていう風なお気持ちが強く出てるのかもしれません。割と早い数字が出ていますので、早く動くとか早く結果が欲しいってところが出てるのかなと思いました。なかなか動く勇気がないっていう方は、今その勇気を持って動く時だよっていう風にアドバイスも入っています。はい、信頼関係をがっちりと結んでいくために、今あなたの中で動けることっていうのがあるでしょう。そしてお相手のところなんですが、お相手もあなたに対して好印象で思ってくれています。はい、星のカード入っていますね。すごくいいんですね。
あなたとの日々のやりとりだったりとか、これまでの出来事っていうのをちゃんと胸に置いていますので、それを大切にしながら育んでいきたいなとか、あなたともっと仲良くなりたいなっていう風に感じています。ただお相手も背を向けているところで雲のカードが入っているので、もやもやすることからお互いが目を背けていたりとか見ないようにしているってところはあります。でもね、これ全体的にすごくいいので、だからね、嫌なことから逃げてるとかじゃなくて、嫌なこともあるけど、でもそれも含めて全体的にいいよねっていう感じでお互いが思っているのかなっていう風に感じますね。はい、いろいろカード見ていても、たまにはそういう日あるよねとか、元気ない日とか、ちょっと仕事忙しい日とかもねあるし、会えない日もある。だけどその中でも2人で育んでいきたいっていうお気持ちが揃ってるのかなっていう風に思ってるので、絶対ね背を向けてるから、例えばモヤモヤとか嫉妬から逃げちゃいけないんだとかじゃなくてね、うまくね付き合っていけてるのかなっていう風に今回は感じています。もし今後何かあるとすれば、お互いのモヤモヤとかね、本音とかをちゃんと話し合って向き合っていくことがポイントだよとは入っていますね。でも大丈夫ですよ、乗り越えていけますから。そしてこちらがアドバイスカードで最後の4枚出しています。とてもいいカードがたくさん入っています。で、十字架のカードについては一番最初にお話しした通りです。今回私には輝いて見えるので、絵柄的にね輝いて見えるので、何か決断することはある、決めなきゃいけないことがあるとか、あとはお互いが向き合っていくことでぐっとね覚悟を決めるところもあるかもしれないんだけど、でもそれって輝かしい未来へ向かって決めることだよねっていう風にポジティブに捉えてくださいね。何かを終わらせることっていうのがまず一番最初入ってきていますので、お二人の関係性を進めるにあたって、あなたの中で何かを終わらせる、もうこの悪習慣を断とうとか、あとはね、そうだな、場所を変わるとか、引っ越しするとか、転職するとかっていうのも入ってくるかもしれません。何か過去にそのようなことがあったのかもしれない。2人の仲を縮めるために環境が変わったとかっていうのもあるかもしれませんね。それを乗り越えて2人は愛にたどり着いていくんだよっていう風にカードが出ています。アドバイスとしてもすごくいいんです。前向きに捉えて進んでください。いろいろと、もう終わりました。過去のことは過去のことです。過去いろいろあって苦しいこともあったでしょう。だけどそれを乗り越えて今がある。そしてこの先も続いていくんです。未来はすごくこれからどんどん開いていきますので、自由に泳いでいきましょう。前に向かってっていう風にね、あなたのスピードで構いません。あなたがコントロールしてこれからの未来に向かって進んでください。そしてただ進むだけではなくて、無理をしないでねって、マイペースでいいからねっていう風に優しく入ってきていますね。そしてお二人の仲がもっとこれから進展していきますので、その時に緊張しなくてもいいのかなっていう風に入ってきていますね。大丈夫。そしてプライベートで例えばデートできたりとか、ゆっくりと2人でくつろぐような時間、穏やかな時間っていうのもこれから持ててくると思うので、その時間も大切にね。そして会えない時もおうち時間を大切にしていこうねっていうのも入っています。会えないからもうダメなんじゃないかなとか不安になるとかっていう時もあるかもしれないけど、それでもあなたはじゃあ会えない分自分の時間大切にして何かやろうかなっていう風に切り替えがうまくできると思うんですね。たまにモヤモヤすることもあるけれど、でも私は元気ですみたいな感じでね、魔女宅みたいな感じになっていくのかなっていう風に入ってきています。すごくいいですね、アドバイスカードも。不安にならないでね。そしてネガティブな思いを今抱えているのであれば、それから今さよならする時だよっていう風にも入っています。輝かしい未来へ向かってやっていきましょう。相手を思いやる気持ち、それらを持っていきましょう。大丈夫です。お相手もあなたのことを思ってくれていますので、お互い思いやるお気持ちがあるし、とてもいい結果になっています。迷ってることがあるんだったらもう決めて動いてしまってもいいです。
はい、なるべく早めにっていう感じで出てきていました。あとは急ぐことなく日々小さなことを積み重ねていくってこともね、ポイントで入ってきていますよ。そうですね。で、あとはお相手なんですが、あなたと仲良くなっていきたいし、あなたに伝えたいことがあるっていう風に出てくるんです。それはとてもいいことですよ。嫌なことを言いたいとか文句を言いたいとかじゃなくて、あなたに感謝の気持ちを伝えたいとか、あとはね、今入ってくるのは、昨日どこどこに遊びに行ってきてさみたいな、そういうたわいのない話とかをあなたに聞いてほしいとか、そういうのも入ってくるんですよ。自分が遊んできたこととか、こんなこと感じたんだとか、映画に行ってこれを見てこうだったんだとか、そういういろんな話をあなたとしたいっていう風に入っていますので、それを聞いてっていう感じで仲を深めていくような未来っていうのが見えています。一つだけ鍵として押さえるとするんだったら、時にはね、モヤモヤとかをお互い言い合って見せ合ったりとかする時もあるねって、だけどそれ乗り越えていけるから大丈夫だよっていう風に入っていました。はい、以上こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングです。今回はグランタブローを使って今のお二人の距離感だったり、今後未来の様子っていうのも軽く触れていきました。アドバイスカードもいただいています。お互いのこれからの繁栄に向かって、でもしかしたらね、移動とか新しいことを始めるってことも入ってるので、環境が変わったりとか移動したりとかっていうこともあるかもしれないけど、それは全てプラスな方向に運んでいきますので安心してください。これらもね、参考にしてくださいね。では、とても素晴らしい結果でしたので、お二人がこの真実の愛に向かって育まれることを応援しています。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。いつも最後までご覧いただきありがとうございます。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローを使って今のお相手との距離感、そしてお互いの考えていること、今後の未来について見ていきます。性別問わずあなたのことを29番淑女のカードとしてもらっていきます。そしてこちらのルノルマンカードは紳士淑女のカードが2枚ずつ入ってるんですが、もう1枚の紳士淑女のカードは抜いて36枚で見ていきます。ではシャッフルしていきます。ルノルマンカードはすべて正位置採用です。そしてこの36枚カードすべて正位置展開していきますので、少し時間がかかります。ですのでタイムスタンプで今回リーディングの分も用意してあります。リーディングからご覧になりたい方っていうのはスキップしてどうぞご覧ください。でも今回画角目いっぱい使うので、画角調整しながら確認しながらやっていきますね。カードを展開した後、少し倍速にしてカードをきれいに並べ直して確認して、そしてリーディングしていきます。まずはカードを切って並べていきますね。少し最初無造作になるかもしれません。ではここから直して倍速で整頓していきます。それでは画角も確認したので、これで見ていきましょう。はい、36枚で並べるの大変ですね。そして、この2番をお選びいただいた方というのは、もう全体的にカードを並べて感じているのが、お相手もしくはあなたのどちらかにパートナーがいるのかなというふうに感じました。もしくはいたのかなっていう風にね感じていて、
あなたの中で悩んでいることとか、あと決めなきゃいけないんだよなっていう風に、今その選択の時に立っていらっしゃるっていう風に感じるんですね。で、あなたの方が悩んでるっていう風に感じるんです。もちろんね、お相手もしっかりとそれを受け止めているんですね。で、2人の距離感っていうのは近いんだけど、どこかもどかしさを感じるとか、素直に愛情表現し合えていないのかなっていう風な、何かね、もどかしさっていうのを感じます。そしてあなたはお相手と距離が近いのに自分のお気持ちを伝えられていないとか、あとはお二人の関係性があったとしても、あなたのところにパートナーがいるのかなっていう風に感じたんですね。ただこれは一部の方だと思うので、そのパートナーいるいないにかかわらず、そうですね、もどかしさを感じるんですね。そしてあなたが悩んでいることがあったりとか、お相手との間、距離が思うように進んでいかないから悩んでる、もしくはそれ以外のところでもストレスを抱えていたりするのかなっていうふうに、2人の恋愛障害があるのかなっていうふうにあなたが感じているように感じました。そしてただそうですね、2人の出会いっていうのはすごく良かったし、そしてこれから先の未来っていうのも明るくなっていきます。ただその明るくしていくためには、まだ乗り越えていかなきゃいけないことあるよねっていう風に入ってくるかなと思いました。そうですね、今とても悩みを抱えていたりとか、ストレスですね、抱えていたりとか、そして動きたいんだけど動けないとか、もどかしいですね。なんかライバルの存在を感じているのかもしれません。2人の間の障害っていうところをね、あなたが感じているのかな。そしてお相手も今同じようなところで注目しているというか、お互いがそれぞれ向き合っている課題があるんじゃないかなと思うんですね。お相手も何かを終わりにして、そして新しくしていかなきゃいけないなっていうところに今視点が向いています。そうですね、ただ新しく始めていくっていう気持ちがあったとしても、始めるのが怖いなとか、環境を変えていくことだったりとか、何かを終わらせてまた違う意味で再スタートしていく、あなたとの関係を進めていくのが怖いな、あなたとの関係を進めていくために何かを終わらせたりとか切り替えたりするのが少しね、怖いなっていうところも感じているのかなと思います。あなたもね、ハートに対してここ大好きだよって思い、うまく表現できていないっていうところも入っていますし、ただお相手とのこの先、未来ですね、誓い合いたいっていうカードが入っています。あなたの願いですね。お相手と約束したいことがあるとか、信頼関係をきっちりと結んでいきたいとか、ロマンチックなことを考えています。願っているしね。ただ周りとのバランスとかを考えたりとか、周囲のことを考えたりすると、2人の関係性って素直にお互いが表現し合えていないのかなっていう風に感じますね。でもその中でも嬉しいこともあるんですよ。お二人でデートしたりとか、嬉しい言葉をかけてもらったりとかすることもある、ときめきもありますので、だから全部が全部苦しいっていうわけではない。だからこそ悩ましいっていうところもあるでしょう。で、両片思いなんだけど素直に気持ち言えなくてちょっと苦しいなっていう風に感じてるのかもしれませんし、ただいずれにしろあなたが今行っていく行動としては、道のカード入っていますね。選択する時がやってきています。どのような選択をしていきますかっていう風にね、なっていますね。ただご自身がいろんな関係性があったりとか、環境の問題とかもあると思うので、できる限り自分の意思に沿って物事を決断されるといいのかなと思います。悩んでいることをスパッと決める時がやってくるのかなっていう風にもね、アドバイスの方でも入っていますので、どこかしらあなたの中で悩んでいるところがあるのかな、それが今すっきりする時だよっていう風に入っています。そして周りとのバランスをよくよく見てねっていうのは入ってるんですが、ただそれがプレッシャーになりすぎて動けないとか決めていけないっていうことになると、この先未来に向かって進んでいけなくなってしまうので、
そのあたりもねバランス取るのかなり難しいんじゃないかなっていうふうにも入っています。そうですね、あなたが愛から目を背けている可能性もあるんです。だから好きだっていう思いがあるのにそれを抑え込んでしまってるとか、自分で言わないようにしようっていう風に決めているとかっていうところもあると思います。そうですね、それはお相手の環境ももしかしたら関係しているのかもしれない。ただ2人が仲を近づけていこうとか、もっと距離を縮めていこうと思うのはもう思ってやろうと思ってやってしまえば早いんですよ。早いんですよ。なまっちゃった。イントネーションがおかしくなっちゃった。2人が距離を縮めていこうとすると、距離はすごく短いので、捉え方とか考え方とかちょっときっかけがあればすぐぐんと距離が縮まっていくし、真実の愛っていうところが入ってきます。動いていくんだよっていう騎士のカードですね。で、動くカードと真実の愛のカードが2人の間に入っているので、動けばお互いが大好きだよって気持ちちゃんと表現できるんだよねってところもあるんですよ。はい。でもそのためには何かを終わらせる必要があるよねってところも入ってきてるので、どちらもあるかな。嬉しいこともあるし、選択していかなきゃいけない課題だったり障害だったり、何かを乗り越えていかなきゃいけないところがお互いあるよねってところが出てきています。ただその中でもお互いの関係性だったり環境っていうのを何度も見直しをかけながら、お互いがコミュニケーションをとっていくことがアドバイスとしても入っています。そうですね、もやもやすることもあるでしょう。そしてストレスを抱えすぎてあなたの方が体調を崩すような恐れがあるんじゃないかなっていうふうにも出ているので、ストレスから来る体調不良には十分気をつけてください。そうですね、もやもや抱えたりとかもしながら、でもそれでも2人で乗り越えていこうねっていうコミュニケーションが取れれば、もうあっという間に2人はぎゅっと結びつきが強くなるんじゃないかなっていうのは出てきています。はい。そしてあなたの中ではいろいろと考えることもあるし、なんかね、ご結婚されている方もいるのかなっていうふうには一部の方ではね入ってきてはいますが、これから先自分の本当の愛って何なんだろうとか、あなたに今例えばパートナーがいるいない関係なく、自分にとっての本当の愛って何なんだろうとか、お相手のこと本当に好きって思えるような出来事がこれから先未来やってきています。で、スターのカードも太陽のカードも入っているので、あなたが進んでいくのであれば成功へ向かって物事は運んでいくし、あと自分で道を切り開いていくことも必要だしっていうのもね入っています。あとはチャンスもやってくるでしょう。愛に向かって何か道が切り開けるようなチャンスがやってくるので、その時に自分らしくいること、そして自分なりのペースでいいので進んでいくこと、道を切り開いていく、まだ見ぬ世界へ自分が進んでいく勇気を持つことで成功を収めたり、そして叶うよっていう風なカードも入っていますので、未来はすごくいいんですね。ただ現在がすごくモヤモヤすることがあったりとか、お互いの環境で縛られていることがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。もどかしいんですよね。ここすごく距離も近いし、この2人の間を挟むカードもいいカードが入ってるので、もうお互いがちゃんと動いていけば、もうお互いが大好きだよってことを確認し合えるんだけど、っていうもどかしさも感じます。で、アドバイスカード、こちらの4枚からもらっていきます。ここも、まずコウノトリさんが入っているので、今変化を迎える時、そう、確かに道のカードも入っているし、あなたが今選択していく時なんだよってことです。それは変化を受け入れることかもしれません。新しいことをあなたが決めていくのかもしれません。そして悩むのはもう終わりだよっていう、デスサイズカマのカードも入っています。何かをバッサリと断捨離する時かもしれません。それはあなたのモヤモヤすることだったり、ストレスの原因になることだったり、またはお相手との距離感のことかもしれません。今あなたが抱えていることの中で何か一つモヤモヤから抜け出しましょう。迷うことはもう終わりですよっていう風に出てきています。そして狐のカードです。
必要な時は賢く立ち回る。そうなんかねこうストレスを感じている時こそそのストレスを解消させるためになくすためにうまく立ち回っていこうねっていう風に入ってるんです。うまいやり方で乗り越えていきましょうっていうのがあるので、そのやり方を探していくヒントっていうのもこの先見つかっていきます。その時に自分がどのように立ち回っていくのかとか、どんな風に乗り越えていけばいいのかなっていうのがちゃんと出てくると思いますので、それの流れに乗っていこうねっていう風に入ってきていますね。ただどんな時でもその自分らしくいることっていうのは胸に留めておいておくといいよっていう風にも入っていますし、あとは健康状態ちょっと心配だねっていう風に入っているので、疲れたなとかストレス抱えすぎてちょっと胃が痛いなとかっていう時はゆっくりと体を休めてくださいねっていうアドバイスも入っていました。そしてタワーのカードもアドバイスカードに入っています。何かを決めたり迷いからさよならしたりとか変化を迎えていくにあたって、やっぱり何かしら乗り越えていかなきゃいけないことが出てくるんですね。お相手もそうかもしれない、あなたの方も強く出てきていますので、その変化を乗り越えていくためにそう体調も気遣いながらもちろんやっていくんですけど、やっぱりこう乗り越えていくものがあるから、その時に自分がまずしっかりしておかないと、まず健康もそうだし、自分の揺るがない信念だったり、迷っていたらこの課題を乗り越えていくこともできないので、課題を乗り越えるぞってまず決めたら、そこから揺るがない信念を持つことっていうのもアドバイスとして入っています。ここをかなりこう今変化を迎えて何かを決める時だよとか、迷うのは終わりだよっていうカードが入っているので、何かしらあなたの中でもう変わる時がやってきてるのかなというふうに出ています。ただ自分のペースでねっていうのが入ってるので、無理して何か変えなきゃとかやらなきゃとか急ぐ必要はありません。あくまでも自分のペースでっていうふうに入っています。だからあなたがじっくりと時間かけたいなと思うのであれば、じっくりと時間かけてゆっくりと進めて着実にこなしていくのも全然 OK です。そしてあなたが急いで何とかしたいと思うのであれば、もう急いで解決させていくっていうのも OK なんです。すべてはあなたのペース、あなたの考えとか決めたことに従って動いてくださいねっていう風に入っています。ただ未来のカードはねすごく流れがいいので、もう山を乗り越えて、あとはもうあなたが進んでいけばそのまま順調に流れていくでしょう。ヒントが見つかるので、それを手がかりにやってみてください。諦めずに向かっていくと、お相手との愛、障害乗り越えていけるのかなっていうのはあります。お相手が振り向いてくれないとかじゃなくて、2人の距離が近いので素直に愛情表現し合えていないのかなっていうふうに感じました。それには周りの環境のことっていうのも入ってくるかもしれませんね。はい、このような結果となります。この4枚のカードがアドバイスカードなので、この4枚をお受け取りいただけたらなと思います。ただ未来は明るいですし、お相手との距離もとても近いです。ただ今はそれを表現できていないのかなとも思いました。2人の距離が近づいていくように応援しています。今回はグランタブローを使ってお二人の今の距離感やお互いの考えていること、そしてこれから先の未来のことも軽く触れていきながらアドバイスカードもらっていきました。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローから読み解くお相手とあなたの今の距離感、それぞれの考えていること、今後の展開について見ていきます。そして今ご覧になっているあなたが性別問わず29番淑女のカードとしてもらっていきます。はい、それでは見ていきましょう。まずはシャッフルするところから行っていきます。このカードも混ぜてやっていきましょう。こち
らのカードはすべて正位置採用、そして36枚カードすべて展開していきます。でその展開するまでが長いので、今回リーディングの時間、タイムスタンプに概要欄に貼ってあります。なのでご活用いただいて、もうリーディングからスキップしてご覧いただいても構いません。はい、では軽く切って並べていきます。ではここから整理して、そして価格確認してリーディングを行っていきます。それでは3番の方、価格確認しましたのでリーディングしていきましょう。お二人は過去にもうすでに交際されていたりとか、あとは秘密の交際っていう可能性もあるかもしれません。一度すでに思いが通じ合っていたのかなっていう風なのがまず一番最初に感じられます。すごく豊かな時間をお二人で過ごしていたのかなっていうのが入ってきています。もしくは交際していなかったとしても、出会いが一目惚れだったとか、衝撃的な印象を受けたとか、すぐ仲良くなれたとかね、そういうのが入ってきています。ただ一方であなたの方で悩みがあるんですよね。今自分が立ち向かっていかなきゃいけないことがある。そしてお相手ともうまくいっていないような感じもするし、あなたがそう感じてるんです。だし、あとはあなたがその結婚っていうところから目を背けてるようなところもあるんですね。可能性としては、もうお二人が秘密の交際をされていて、もうどちらかがご結婚されているっていうような関係性だったとか、既婚者の方を好きになってしまったとか、その逆だったっていう場合もあるかもしれないんですが、あとはもう単純にもう結婚のことについてもうあなたが悩んでいて、そこから今は考えたくないなってことを感じていたりとか、結婚っていうワードにとらわれていて、そしてモヤモヤしちゃうなっていうこともあるかもしれません。何かね、あなたが今背を向けているところに結婚っていうのが入ってきます。もしくは約束かな。それはお相手との約束ではなくて、あなたと違うところの約束にあなたがとらわれていたりとか、契約とかですね。それでうまくいかないこともあるのかなっていうふうにあなたが感じている。過去かなり苦しかったんじゃないかなっていうのが入ってきています。動けなかったんだよとか、自由が利かなかったんだとかっていうのが強く入ってくるんですね。そして2人の恋愛を進めていくためには障害になるようなこともあったんじゃないかなっていうふうに感じています。かなり環境的に厳しかったり苦しかったりとかっていうのもお互い感じてたのかなっていうところもあります。あなたの頭の中で考えていることっていうと、やはりお相手のことだったり、2人の恋愛がうまくいくといいなとか、あとはお家のことっていうのも入ってくるんです。で、このお家っていうのが少し引っかかっていて、周りのカードとかを見ていてもどちらかにご家庭があるのかなっていうのも感じますし、そうじゃないよとしても、今はゆったりとくつろげるような心境じゃないとか環境じゃないっていうのが入ってくるのかなと思います。ゆっくりとお互い家族団らんできるような関係性になっていきたいんだけど、がんじがらめになって動けていないとか、そういうのも感じますし、あなた自体がまずその
なんだろうな、結婚っていうワードから今目を背けているっていうところがあるんですね。それはいろいろあるかもしれません。自分は結婚にとらわれたくないんだよなっていうふうに感じるっていう方もいると思いますし、結婚に何かしら引っかかってるってところがあるのかもしれません。ただもうすでにお相手とは恋愛関係だったんじゃないかなっていうのが入ってきてるんですけど、それかもう現在恋愛関係なのかもしれないけど、お相手の様子を見ているとかなりモヤモヤされているんですね。今いっぱいいっぱいっていうのが見えてきます。2人の間に課題とか障害っていうのが大きくあるので、そのことについて考えていたりモヤモヤしていたり、そしてご自身の体調やストレスっていうところに今目がいっているような状態です。そしてあなたとの明るい未来について今お相手は視野が狭くなっていて考えられていないのかもしれないですね。どちらかというとモヤモヤとかね、ストレスっていうところがかなり入ってきてるのかなと思います。そしてあなたが今でもお相手にしてあげたいことっていろいろあるんじゃないかなっていう風に出てきていますよ。やっぱりお相手との恋愛諦めたくないし、確かに環境厳しいとか障害があるとかいろいろあるんだけど、それを乗り越えていくための勇気が欲しいとか、そしてできるんだったらお相手と近づいていきたいし、お相手にプレゼントしたりとかお話ししたいとか、近づくためにとか、あとは何かしてあげたいっていう風にもう尽くしたいっていうのが入ってくるんですね。それだけお相手はとても輝いている存在で、あなたにとっては必要な存在なんだよっていうのが入ってきています。お二人の愛実らせていくためには、伝えなきゃいけないことがあるとか、あとは契約、約束、結婚っていうところでやっぱりどうしてもそこは乗り越えていかなきゃいけないところがあるんじゃないかな。例えば結婚の価値観の違いってこともあるのかもしれないし、いろいろとありますよね。結婚って一括りに言っても結婚観の違いだけではなくて、本当にどちらかが結婚されているとか、あとはその結婚考えてないんだよねとか、あとは正式に交際っていうところをどちらかが考えていないのかなとかっていうふうに不安になっていたりとかね、っていう場合もあるかもしれないですね。これから2人がもっと進展させていくためには約束していかなきゃいけない、あなたが目を背けているところに向かっていかなきゃいけない必要はあるのかなというふうに入ってきています。そうですね、伝えることをちゃんと伝えていこうねっていうのも入ってきていますし、もしかしたらね、本音を見せていくことっていうのも鍵になってくるのかもしれません。あなたはお相手に尽くしていくっていうのがもう行動として現れているので、今も現在お相手のためにいろいろとあなたがしてあげていることっていうのがあるんじゃないかなと思います。ご自身の中でも葛藤を抱えながらもお相手を支えていきたいっていうお気持ちもすごくあります。そうなんですよね。ただ自分の中で何か課題っていうのがもう明確に出ているのかなっていうのが入ってきていますね。動けないんだけど乗り越えていきたいっていう気持ちとかちゃんとあるのかな、どうすればいいのかなっていうのも見えているのかなっていうふうに感じます。その障害とか動けないっていうのは人によっていろいろ違うと思うので、例えばまだ関係性が浅くて、でお相手になかなか話しかける勇気がない、これを障害っていう風に見ている方もいるかもしれないし、あとは過去に結婚したことがあって、そしてそれがうまくいかなかったからあんまり結婚っていうことに対して前向きになれないっていう方もいるでしょうし、それが課題となって進めていけないっていう方もいるでしょうし、いろいろとあると思うんですが、ただでもあなたの中で課題っていう風に感じていることがあるよっていうのは出てきています。そしてアドバイスカードです。未来ですね。未来も見ていきましょう。現在変化を迎える時がやってきていますので、今苦しかった過去から抜け出していくタイミングがやってきています。もう今ここ入っているので、もう変わっていくでしょう。ですごく苦しかったんだよなっていう方はどんどんと明るくなっていきます。でまずあなたが背を向けているその結婚だったり約束だったり契約っていうところで
今ね自分が課題だ、引っかかってるってところに対してはしっかりと目を向けていくことっていうのが入っています。目を向けていくことになるでしょう。そして船のカード、鳥のカードと入っていますので、お相手とコミュニケーションを取っていくこと、これが未来に入っています。なので今なかなか連絡取れていませんっていう方は連絡取れるようになるでしょうし、2人の距離が近づいていくでしょう。そのためにはあなたが動いていくことだよっていう、こういう未来が流れています。もっとライトに考えてもいいと思います。一つ何か約束するとか、デートしようとか、連絡するとかっていうこともその約束の一つに入るので、もうライトな意味でお相手に連絡を取ることっていうのが未来に入ってきていますね。で、アドバイスカードです。で、道のカードが入ってますから、何かを選択してあなたが決めて動いて進んでいくことっていうのが入っていますよね。もうナイトのカードも入っているので、自分で決めたら動くんだよって、とにかく動くんだっていうカードが入っていますので、今決めるんだよっていうことですね。でもなかなか決めていても乗り越えていくのが大変だとか、自由に動けないとか、制限かかってるよっていう方もいると思うので、その中で自分の中でどんな風に表現していくのかっていうところをね、見てねっていう風に入ってきています。そして新しいことを始めていくんだよ、何か生み出していくってこともそうかもしれません。新しいものを作り出すとか、チャレンジしていくことっていうのもあるので、このチャレンジするっていうのがあなたの中ではもしかしたらね、過去に失敗したことだったりとか、今障害に感じていることに対して進むってこと自体がもう自分にとっては挑戦だっていう風に感じてるかもしれないし、あとお庭のカードは入ってますね。ガーデンです。お食事だったりお相手と楽しい時間を過ごせる、これがアドバイスとして入ってるってことは、もう単純に言ってしまえば迷わずデートに誘おうねっていうことですね。もうこういうのがライトに入ってます。もうコミュニケーションとデートのカードがここに入ってるので、またそれができたら苦労しないんだよっていう風にも今聞こえてきたので、そんな風に感じている方もいると思いますね。まだそこまで気軽にデートに誘えるような仲じゃないんだよとか、あとは時間に都合がつきづらいような関係性なのかもしれないし、課題はあるんだけどっていう風に今感じてるのかなっていうところはあります。ただあなたが思い描いている理想っていうのがありますので、それに向かって進んでいけるよっていう風に流れとしては入っています。あとはあなたがどう決めて、どう動いて、何をチャレンジしていくのかっていうところにかかってるよ。ただデートにお誘いするのはいいねっていう風にも入っていますので、よかったらデートしませんかっていう風な一言かけるって、これがかなりね勇気いることですよね。そこもいいかなという風に入ってきていましたね。ただお相手の様子見てるとかなり今ストレスかかってるような状態なので、それはあなたのことだけではないかもしれない。お相手の生活そのものが今例えば切羽詰まってるというか、あとは時間に追われていたりとか、忙しかったりゆっくり休めていないのかもしれません。モヤモヤを抱えていたりとかもしているので、そのお相手を気遣うあなたの様子も見えています。だからお相手のことをよく見て、あなたは動いていると思いますし、または動けないことに対しても真剣に取り組んでいると思いますので、あなたの思い描いている理想通りに計画を進めていくことでもいいよっていうのも入っていますね。お二人の距離はとても近いので、現在もう恋愛関係とかっていう方の可能性が高いのかなとも思いましたが、いやまだ恋愛関係じゃないんですっていう方でも、少し見方を変えるとすぐに距離が近くなっていく関係性でもあります。でもそこにはやっぱりね、避けて通れないのはこの結婚っていうカードですね。じゃなかったら約束とか、固い約束、しっかりした約束ってこともここで入ってきていますので、これらのワードっていうのがお互いの間に入ってきていますね。でも距離は近いから、お相手も自分の体調だったりメンタルだったり今の環境っていうのをクリアにしていくと、もっと状態が良くなりますし、あなたの方でもこれから先良くなっていきますので、そうなるとタイミングが良くなるとね、2人でまたぐっと距離が縮まる時がやってくるのかなと思いました。
はい、今回はグランタブローから読み解く今のお二人の距離感だったり、今後の展開、あとはお互いの考えていることっていうのをもらっていきました。アドバイスも参考にしてください。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、グランタブローから読み解くお二人の今の距離感、今後の流れ、そして今それぞれが考えていることやアドバイスなどもらっていきます。そしてご覧いただいている方の性別問わず29番淑女のカードをあなたとして読んでいきます。はい、この選択いただいたカードを混ぜながらシャッフルしていきます。そして今回36枚すべてルノルマンカード正位置で採用して全部開いていきます。で、シャッフルに時間がかかるのもありますし、後で価格調整することもありますので、もうリーディングのタイムスタンプを概要欄に貼ってあります。なので4番のリーディングからスキップしてご覧いただくこともできますのでご活用ください。はい、ということで早速見ていきましょう。では少し切ってもらっていきます。ここまで展開したので、あとは正位置に直しながら少し倍速にして整えてからリーディングを行っていきます。それでは正位置に直していったのでリーディングしていきます。今この全体の36枚すべてのカードから入ってくるのは、告白を考えている、もしくはまだお気持ちを伝えていないのかな、自分が気持ちを伝えるかどうかで悩んでいるのかなっていうのが入ってきています。かなり自分の守りの体制っていうのが見えていますので、なかなかそこから抜け出してお相手に話しかけられないとか、デートに誘えない、プライベートの中に持ち込めない、それで悩んでいるっていう方もいると思います。そうですね、そうだな、その勇気が出ないっていうのが入ってくるかなと思います。守りが固いっていうのが入ってくるので、例えばお相手もあなたを気にかけているんだけど、でもうまく誘えない、お互いが誘えないっていうところが入ってくるのかな。でもすごくお相手はあなたに対して仲良くなりたいなとか、仲を深めたいなとか、純粋なお気持ちであなたのことを感じてくれています。でも距離が少し遠いっていうところがあるので、関係性が浅いとか、まだそこまで深く知らないとか、そうですね、なんかすれ違っているように感じるっていうところもあるのかもしれません。この未来を見ていくと、あなたはこれから先何か岐路に立つようなことが出てくるでしょうっていうのが入ってくるんですね。何か決めることがあるよっていう風には入ってきていますね。で、あなたが今真実の愛ってところに対して背中を向けているような状態です。今それに気づく時がやってくるよっていう風に入ってくる。もしくは自分で愛を見つけたいとか、あとはお相手からの愛情を確かめたいっていう風にあなたが感じているのかなとも思いますし、そのためのなんか解決策はないのか、どうやったら仲良くなれるんだろう、どうやったら告白のタイミングがあるのかっていうチャンスを伺っているっていうのも入ってきていますね。はい。
告白したいんじゃないかな。告白というか仲良くなりたいってあなたが話しかけたいとかね、そういうアクションに起こしたいっていう風に感じてるのかなとも思いますし、でも頭の中では自分がお誘いしてお相手にノーって言われたらどうしようとか、そういう不安も感じています。あとは本音を言い合って言い争いになるのが怖いなとかっていうのもありますし、ただ勢いに乗っている時もあるので、お二人が出会った時っていうのはかなりテンションが上がったんじゃないかなっていうのが入っています。自分の気持ちが前向きになれたりとか、もう積極的に自分から動いていきたいっていう風に出会った時は思っていたのかなとも思いますし、ただそれに比べて現時点、現在はなかなか動けていないのかな。その好きだっていう気持ちを伝えられない、伝える勇気が今出てこない、怖いなっていうのが入ってるかなとも思います。そうですね、今の現在まだ本心を見せられていない、見せるのが怖い、見せてダメになっちゃったらどうしようっていうお気持ちが強い。ただお相手との愛は育んでいきたいっていうお気持ちはありますし、これはね、あなたの心を自分の心を乗り越えていければっていうところにご自身で感じているところもあるんじゃないかな。消極的な自分から積極的になりたいっていう風に感じていたりとか、お相手と足並みを揃えていくためにもっと自分で積極的に動いていきたい、働きかけていきたいんだよねとか、距離縮めていきたいんだよねっていうところも感じてるのかなとも思います。何かお相手にしてあげたいこともあるんじゃないかなとも出てきています。信頼関係をもっとね結んでいきたいとか、嬉しいことが自分にもあるといいなっていう期待もありますし、いろいろと考えています。未来のカード流れを見ていくと、これから愛とかロマンス、豊かさっていうカードが揃っているので、嬉しいこと近々あると思います。ただそれもある反面、ご自身の中で決めていかなきゃいけないことも出てくるよっていうのも最終的に入ってきていますね。何か覚悟を決めていくとか選んでいくってことが一番強いかな。覚悟を決めて選ぶ、それは一体あなたの中で何なんだろう。いろいろあるかもしれない。でも言い合いになったりとか、距離を縮めるにあたってすれ違ったらどうしようっていう不安、その自分の不安とかネガティブな思いから抜けていくことなのかもしれません。こうやって見ていくとそうですね。ただあなたが勇気を持って進んでいけば、かなりこのハートの周りもいいカード揃ってますからいいんじゃないかな。今目を背けているというか、自信がない、自分に自信がないとか、2人の関係性に安定さを求めているんだけど不安定な気がするとかっていうところに自分自身を追い込んでいるようにも感じます。そことどう向き合っていくのかっていうのが課題になってくるんじゃないかなと思いますね。ただ嬉しいことはあるので、だからわあ嬉しい、やった、じゃあどうしようっていう風になっていく、その時にやっぱり自分なんてダメなんじゃないとかじゃなくて、そこを乗り越えてやっていきましょうねっていう風に入ってきています。そしてお相手とのことを、見ていくと、そうですね、これから今の状態よりももっと距離が近づいていくっていうのがこれから訪れるので、また関係性が大きく変わる可能性があります。この4番をお選びいただいた方というのは、お相手もあなたに対して悪い印象は抱いていない。でも、今ご自身の中でもいろいろと環境の整理だったり心境の整理っていうのをつける時なのかなっていうのが出てきています。まだあなただけを見てるとか、もうあなただけしか自分の生活にないんです、それぐらいすごく夢中になりすぎていて夜も眠れないぐらいあなたに夢中っていうよりは、あなたと仲良くなりたい気持ちがある、興味があるし純粋にいいなって思ってるんだけど、でもそれ以外にも今自分の環境の整理だったり心境の整理、お気持ちのリセットっていうのも必要なのかなっていうことをご自身でお相手は考えています。そうですね。あとお相手の中でもね、いろいろと変えていくところもあるのかなとも思いますし、
もしかしたら少し時間がかかるかもしれません。近い未来で嬉しいことがある、つまり2人の距離が近づくようなことがあるんですけど、その後本当の真実の愛、2人が交際とか結婚とかね、そういうものに発展していくためには少し時間がかかるかもしれないけど、でも諦めずに乗り越えていくっていうのが出てきています。アドバイスカードとしては、お相手のことでいろいろモヤモヤしたりとか、あと自分自身ですよね。自信がないこととかネガティブなことに対してモヤモヤする思いっていうのをまず振り払っていきましょう。で、あとはね、お相手と仲良くなるためにあなた自身が新しくチャレンジすること出てくるのかなって、この未来出てきていますので、そこに対して自分で新しく始めていくんだっていうお気持ちを持ってくださいねっていう風にも出てきています。はい、そうですね。この並びを見ていると、ご自身に自分に自信がないから動けないのかなっていうのがまず一番入ってくるので、そこを乗り越えて殻を破って少し勇気を出していけば、お相手との距離に縮まっていくっていうのも出てきています。あとは自分自身とのね、向き合い方ってところが課題として入っているかなと思います。ただくれぐれも無理はしないでねっていうのも入っていますので、あまり無理しすぎるとなんかすごく繊細さんっていうのが入ってくるので、無理すると自分にダメージ負っちゃう、余計なんかこう自分を追い込みすぎちゃって、気使いすぎちゃって、気を張りすぎちゃって疲れちゃうってこともあるかもしれないから、何かしら覚悟を決めて決めることはあるんだけど、でもそれはご自身のペースで決めていこうっていうのもあります。無理して何か焦ったりすると、ストレスに感じる可能性があるので、またはストレスに感じることも踏まえてね、乗り越えていくってことも表しているのかもしれません。自分自身と向き合うことって嫌なことも含まれていると思うんですね。それを受け入れること、受け入れて乗り越えていくこと、っていうのもあるのかなと思いました。まだちょっと距離が遠いような感じもするんですが、でも2人をつなぐものってネガティブなカードってあまり出ていないので、はい、あとはそうですね、先ほど言ったようなことっていうのも参考にしてみてください。何かチャレンジする時だよっていうのも入っていました。以上、こちらが4番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はグランタブローを使って今のお二人の距離感とか、お互いが考えていること、今後の未来の流れ、そして今のアドバイスなどもらっていきましたので、これも参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら5番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローを使って今のお二人の距離感やお互いの考えていること、そしてこれからの流れっていうのをもらっていきます。ではご覧いただいているあなたが性別問わずこの29番淑女レディーのカードをあなたのカードとしてもらっていきます。これを入れて36枚すべての、カードを使って正位置で展開していきます。今回全部カード並べていきますので少し時間がかかるかもしれません。概要欄のタイムスタンプに5番リーディングという欄を設けますので、もうスキップしてリーディングからご覧いただいても構いません。ご自由にご活用ください。ではシャッフルしてカードを並べていきます。はい、ここまで並べましたので、あとは正位置に戻していきながら、そして価格をチェックしてリーディングを行っていきます。
それでは正位置に戻して価格も確認しましたので、リーディングを行っていきます。こちらの5番をお選びいただいた方というのは、全体の36枚のカードを見ていてパッと出てくるのが結婚間近なのかなっていうのが入ってきています。で、結婚にとらわれなくてもお二人が交際間近だったりとか、あとは結婚にとらわれず一生のパートナーとしてのお付き合いが始まるとか始まっているとかっていうのが入ってきています。そう、二人の信頼関係がしっかりともう紡がれていて、確かにお二人が交際していく間にいろいろとあると思うんですね。もやもやすることもあるし、人と人のお付き合いなのでうまくいく時もあればうまくいかなくて喧嘩する日とかもありますし、でもそれらを全て含めて一生の付き合いだよねっていう風な並びで入ってきてるんですよ。そう、なんか毎日お二人が健やかに一緒に生活して楽しいねっていう日もあれば、ちょっと言い合いになる時もあったりとか、もう本当になんかこう夫婦っていう感じで入ってくるので、カップルとかね、そういう感じで入ってくるので、人間ってね、やっぱりこうお付き合いとか家族になったりとかしても全て毎日が順調な人っていないので、必ずね、どんなに相性のいいカップルでも喧嘩する時もあるしね、ちょっとしたメニューの取り合いとかになる時もあるし、めちゃくちゃラブラブな時もあるしって、本当になんかこうやめる時も健やかなる時もって、お二人で支え合って生きていこうねっていう感じの並びで入ってきています。すごくロマンチックですしね、すでに告白したとか告白を受けて付き合ってるんだっていう方も多いんじゃないかなと思いますし、もしこれから交際に向けていくとしても、今交際していくお相手とは結婚を視野に入れてお付き合いされていくのかなっていうのも入ってきています。それぐらいお互いが信頼関係を結んでいるような状態ですし、迷いがないっていうのが入ってきています。お相手の方はとにかく迷いがなくて、もうこれからの将来のことも踏まえながらあなたとのお付き合いを進めていきたいっていうのが入っています。それはちょっとした日々のね、いろんなことはあるけども、でも大きな流れで見るとお相手の中では迷いがない、まっすぐと晴れ渡っているっていうのが入ってきています。もう自分は覚悟を決めて、もう一生の付き合いだっていうふうに思ってあなたと接しているんじゃないかなっていうのも入ってきています。揃ってるんですよね、ここあなたとお相手が。で、本当はね、こう、いや、こうか、こうであればすごくめちゃくちゃいいっていう感じもするんですけど、でもこれもすごくいいので全く問題ないっていう感じもするから、そう、なんかこう完璧を目指さないだからこそいいよねっていうところにもたどり着いていくんだと思います。すごくいいんじゃないかなっていうのが入ってきていますよ。のが家族になっていくようなご縁とか関係性っていうのが感じられます。いいですね、すごくいいので、なんかねどうしようかなって、何かアドバイスありますかっていう感じでもらいたかったんですけど、今の感じで大丈夫よっていう感じで全部入ってきています。結婚を考えているんじゃないでしょうか、あなたの中では。もちろんお相手の中でもそうです。今言ったことが全てで、はい。で、もし今まだ交際していないとか、相手の気持ちがわからないとかっていう方だとするのであれば、これから相手の気持ちを知る時が来るでしょう。私、あとデートもできますし、連絡も取れるし、そしてお相手の方から何か伝えてくれるようなこともあるでしょう。それをきっかけにお二人の仲が進展するとか発展していくってこともあります。今の現状もすごくいいので、はい、以上ですということで、5番の方ね、すごく短くなっちゃってごめんなさい。でもすごくね、並びがいいんですね。並びがいいので、今順調に2人の仲を発展させているよって、育んでいるよっていう方は今の感じで大丈夫だよって、お互い足並み揃ってるよってことも出てきていますし、もう何もアドバイスない、そのまま OK って、日々の積み重ね、信頼関係もしっかりできてるね、いろんなことあるけど2人で乗り越えていけるよっていうような感じの並びが入ってきていますから大丈夫ですね。はい
ということで、びっくりな結果になってしまってすごいと思ったんですけど、いやまだ全然片思いなんですとかっていう方だとしたら、でも間もなくね、未来良くなっていくと思うし、未来良くなっていくというか、現状が良くて過去もいいんですよ。っていうような並びになっていましたね。はい、ということで、ちょっとこれはね、ここのアドバイスカードに2人が揃うってこと自体がまず珍しいので、このご縁はすごく大切にされた方がいいんじゃないかなっていうぐらい強い結びつきというか、不思議なご縁だったりとかっていうのを感じますね。はい、でもいいですよ。2人揃って並んでいますので、全ていい感じで並んでいます。はい、もし何かあったらコメント欄にお書きください。ということで、5番の方、ちょっとねピタッとガチッとピースがはまっていて、あっという間のリーディングになっちゃったんですが、もう一番最初にジャンピングで出てきたハートのカードが全てを物語っているような気がして、そうですね、お互いの中に例えば障害を感じるようなことがあったとしても乗り越えていけるようなヒントが出てくるとか、2人の絆で乗り越えていけるとか、決して諦めないよっていう風な感じで入ってますのでね、それを信じてやってみてください。以上、こちらが5番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは6番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、グランタブローから読み解くお二人の今の距離感、そしてお互いの考えていることやこれから先起こること、そしてアドバイスをもらっていきます。よろしくお願いします。そしてお選びいただいたこちらの選択肢のカードなんですが、このレノルマンカードは29番淑女のカードがパートナーになっていて、28番紳士のカードが質問者っていうカードになってるんですね。ですが今回は選択肢すべて29番淑女のカードで揃えたかったので、こちらパートナーのカードなんですが、これをあなたのカードとして今回は読み解いていきます。そして28番質問者っていうタイトルになってるんですが、28番はお相手のカードとしてやっていきます。ではこのお選びいただいたカードを合わせながら、このカード36枚すべてを使って正位置でカードを展開していきます。そしてシャッフル少し長いので、概要欄のタイムスタンプに6番リーディングっていうところをつけますので、リーディングからご覧になりたい方はどうぞご自由にスキップしてリーディングからご覧になってください。はい、ということでもらっていきましょう。それでは展開していきます。はい、ここまで全て展開しました。あとは正位置に直して価格を確認してからリーディングに移ります。はい、では正位置に並べて価格もチェックしたのでリーディングを行っていきます。そしてこちらがあなたのカードです。29番、そしてこちら28番、これがお相手のカードで入っています。
そしてあなたとお相手のつなぐものとして見ていくとすると、いいです。はい。お二人がデートできたりとかするでしょう。ただあなたのカードが今一番右端に入ってきているのが少し気になっているんですね。まだもしかしたら未来がまだ見えていないので、どのように変わるのかっていう、もしかしたら大きく変わるのかもしれないしっていうところも入っているのかなっていうのが今入ってきてるんですね。頭の中に入ってきていて、で見ていきましょう。現状としてはあなたの中でモヤモヤを解決させていきたいなとか、障害を乗り越えていきたいなっていう思いもあります。そしてお相手にぶつかっていける、ぶつかっていくっていうのは本音を見せていけるとか、あとはお相手の前でねおしゃれしたりとか楽しいデートしたりとか、そういうことも考えていると思います。自分磨きをするってことですね。もうありのままの自分でいたいっていうお気持ちもそうです。でもありのままの自分だからといってすっぴん部屋着とかじゃなくて、もういつもねおしゃれで綺麗な自分を見ていてほしいっていうのもちゃんと出てきていますし、今2人の距離は、すごく近いとかすごく遠いってわけではないんですけど、ただ並びがすごくいいので、あなたが今お相手に対して向かおうと思ってやろうとしていることとか目標を立てていることっていうのはそのまま順当に進んでいけると思います。2人をつなぐものの間にハートのカードが入ってるから、お二人はこの後交際に発展するとか嬉しいことがあるんじゃないかなっていうのも入ってきています。現状もね、あなたはお相手と毎日積み重ねていきたいとか、お話ししたい、仲良くなりたいとかっていうのも入ってるし、もしデートっていうのが予定があるとするんだったら、お相手に何かプレゼントするってことも考えてるのかなっていうのも入ってきています。で、最初お二人が出会った頃っていうのはどちらかが体調を崩していたりとか、例えば環境的に苦しい時に出会ったとかっていうのも入ってくるんですが、それらを乗り越えて今現在とても落ち着いているよっていうのも入ってきています。お相手の状態もすごくいいので、お相手の方から告白してくれるっていうような感じもここから伺えるんですよね。はい。いろいろ過去があって乗り越えて友達として発展して仲を深めていって、そして今に至るんだよっていう方もいると思います。そうですね。近々嬉しいこともあるんじゃないかな。今までお二人が積み重ねてきた結果っていうのも出てくると思います。はい。そして2人の信頼関係もしっかりと育まれてきたんじゃないかなっていうのも現れています。ただこれが右端に出てると未来のことが読み解いていけないので、未来が全くこれからもしかしたら変わるかもしれないねっていうのは入ってきています。で、そのやり方によってはね、グランタブローの場合あなたのカードが右端に出てると一回やり直すっていう方もいるんですけど、私はこのまま読んでいきます。はい。ただでもお相手の未来の方で置き換えて見ていくとするんだったら、いろいろ障害があったりとか決めていくこともあるんだけど、進んでいく道っていうのをしっかり持ってお互いの信頼関係を強めて深めていきながら、そう2人で進んでいくっていうような未来が出てきているので、お相手の未来を借りてもし言うとするんだったらそのような未来が出てきています。で、アドバイスカードもらっていきましょう。こちら4枚のカードですね。調和のカード、ロマンスのカード、そして棺、何かを終わらせるってこともそうですね。そしてクロスのカード、宿命ですねっていうのが入っています。今まで起きてきたこととかこれから起きることっていうのもその都度その都度立ち止まることがもしあれば、その都度ね見返しながら見つめ直しながら向かっていくでしょうっていうのもポイントとして入っています。2人がより良い関係性になっていくためにその都度ねリセットかけたりとか、手放していくことも出てくるっていうのはあります。ただ乗り越えていけるでしょうっていうのも入っていますし、いつだって2人の気持ち調和が取れているってことを一番大事にしてくださいねっていうのが入っています。
そうですね、今の現状もバランス取れていると思いますので、今信頼関係が強く結ばれているよって、それを感じているよっていう方は、それを大切にしながら2人でこれからも乗り越えていこうねっていうお気持ちでやってください。ロマンスのカードも入っているので、あなたの方から働きかけることっていうのもいいと思います。デートのお誘いとかプレゼントっていうのもいいと思いますね。はい。あとはモヤモヤすることがあるのであれば、それを晴らしていきましょう。すっきりさせていこうねっていうのも入ってきていますので、もし今あなたの中で何かモヤモヤを抱えていることがあるとするのであれば、お相手を頼れるんだったら頼っていく。あとは自分の中で解決できることであれば自分で晴らしていくっていうのもいいと思います。何かを終わらせることだったり、計画を練り直すとか見直すってことも入ってきていますね。それはお互いのより良い関係性へ向かっていくための必要な変化だよっていうのもありますので、これもアドバイスとしてお受け取りください。そうですね、今でもお相手があなたに対して何か伝えてくれることっていうのもあると思うので、そのことも嬉しいことにつながっていくんじゃないかなと思います。いいですね。2人の関係性を縮めていくためにはデートのカードも入っていますし、それに向かってチャレンジする気持ちも大事だよってこともそうです。あとは太陽のカード入っていますからね、成功するでしょう。あなたからお誘いしても約束できるんじゃないかなっていう風に入っていますね。こちらも参考にしてください。はい、この6番をお選びいただいた方、今お相手と程よい距離感ではあるんですが、お互いが向かい合っているような状態なので、それぞれのことを尊重し合いながら一つの道に向かって進んでいくような未来が見えています。ただちょっとね、一つだけ気になることとしてあるとするんだったら、あなたのカードが一番右側に出ていて、先のことがまだちょっとはっきりとカードで読み取れていないってところです。もしかしたら今現在あなたの中で何かを乗り越えることっていうのがもうすでに出ているのかもしれません。はい、こちらも参考にしてくださいね。リニューアルっていうワードが入ってくるので、何かをね、新しく作り変えていく、より良いものにしていくっていうのが入ってきています。それらをイメージしながら、あなたがもしかしたら今後未来変えていくのかもしれません。チャレンジすることは成功するよっていうふうに言われていました。はい、以上こちらが6番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。